Hola, amigos! 今回は南米旅の本丸ウユニ塩湖大特集をお届けします。発電機がありますけど、それに浮かべて塩が塩素がかかって発電機がありまして、この辺が基本的に長乗りしないと言いますね。ある程度使うと速攻一線超えるともう急激にこの動化というかサリとかが始まる。このウユニ塩湖に入る車の日常的な使用対策としては、大体この塩湖入った後は洗車場持ってって洗うんですけども、洗車場でも自分で洗うんじゃなくて洗車屋さんですね。で、洗ってもらう。洗ったでどんどんが固まっていって塩の中層が浮いてくる。この周りがその結構大きい塩の結晶がよく流れてる。赤と色緑にでもこういうやつにないからもっと水があって全面水張ってたらこれないから小田原のマグロ漁船船団のようにクルカンクルが集まっております。そこの大元の取り締まりであるサミー氏にちょっと意見を伺ってみましょう。その前に今日海さんってなくなってる。はい、何ふざけないでよ。が湧き上がっている場所になります。すごいすごい。ここを塩湖の根って言いますけども、ここの下を地下水道が走ってるということで、そこを通って火山性のガスがで、こうたくさんガスが上がってるんで水も上がってるように感じますけども、水自体はそんなに上がってきてないです。でここの水も塩水なんですけども、ガスが出てることによってよりミネラル分の多い水で、これが乾くと塩分で白くなります。もうじゃあ塩でコーティングされてる感じだね。正解。で、その後ですね、例えばよくあることで濡れた直後とかこういうところで拭いてしまう。今日はね、アジが一番美味しいよ。今日はアジが安いよ。あれじゃあ使っちゃいますよもう。普通車だと車の底が塩に浸かって機械が壊れてしまうそうです。遺跡です。ウユニ遺跡。ウユニ遺跡。綺麗な塩の結晶を見つけました。小さなピラミッドみたいでした。今回のウユニ塩湖は雨季の始まりで数日前に雨が降ってラッキー。マチュピチュもウユニ塩湖も本当に天候に恵まれ
らいました。水際ですよのワンみたいな。そうですね。これは塩の山を作ってた頃の上空からの衛星写真で。長年置いてるせいもあって余計にカチカチになってますね。島みたいな。南米旅行のノウハウ38、ウユニ塩湖の概要編。12月から3月の雨季は鏡張りの絶景を見ることができます。5月から10月の寒気は真っ白な景色やインカウアシ島が楽しめます。標高3700メートルで昼は暑く日差しが強く、朝晩は寒いです。昼の観光はサングラス、帽子、日焼け止めは必須です。南米旅行のノウハウ39、ウユニ塩湖のマック岡野さん編。ドライブ中もウユニ塩湖や現地のトリビアを聞けて楽しく過ごせます。スペイン語や英語では難しい説明も日本語でよく理解できます。独自で作成した資料や GPS アプリでウユニの研究情報量がすごい。その日の天候、やりたいこと、体調に応じてアレンジしてもらえます。地面をよく見るとなんだか六角形模様でしょうか。何かウユニ塩湖の真ん中に見えてきました。あれは昔は塩湖内に泊まることができた有名な塩のホテルです。有名なパリ・ダカールラリーがアフリカから南米に移った時期があり、2016年頃にはウユニ塩湖を走るダカールラリーで盛況でした。近年は中東にステージを移しているそうです。その時のダカールラリーの記念碑が今も残っています。
太陽の角度的に。でもね、何でも12分。食事するんですけど、1テーブル30振り。よっぽど風のある時はここの中の方がいいですけど、結構暑いです。確かに。でこんだけの席が30人それぐらい。確かに5分も出さないでそれってすごいいいショット。奥にありますね。これ取っといて。お客室か。もうここだけです。サボテンです。大きいやつですと10メーターぐらい。塩食えてるかな。画面固めだよね。画面固め。こちらで。なんかこの。あったけどしょっちゅうちぎれるんですよね。そうだよ。風で。はい。だから何回も入れ替えてるっていうか。入れ替えいうかもう基本的にここの旗はもう観光客が自分で置いていくやつ。はい。ありがとうございます。撮ったよ。個人がつけるんで同じ国の旗が何個もあったり。なるほど。あまりネタがないんだよね。そうそうそう。ネタがさ、持ちネタがない。なんでしょうな。はい、ウユニに住んでる人がいます。時々ああいう人見かけますよね。ウユニ塩湖の真ん中に車を止めて、これから昼食タイムです。風がなくてここの鏡張りの絶景は最高です。何でも器用なマック岡野さんが昼食を準備してくれています。バーベキューチキンめっちゃ美味しそうです。コップもあります。はい。泡ばっかりちゃうかなこれ。はい。まあピッ適当。ピッ。乾杯。はい。どうしよう。ご飯炊いてくださったんだよね。ね。こっちもお米の炊き方。一個取ってもらっていい？あ、私が。美味しい。うん。ピックアップトラックの荷台に乗ってオープンエアでウユニを満喫します。みかん収穫した後の農家のトラックしても楽しみみたいなんで。
りにいるだけです。でも本当端っこにいるんですね。で、乾いてたら行けるインカワシ島っていうのはだいたい真ん中あたりになって、先ほど路線バスって言ってたのはここのジカっていう村まで。こう行くんですか？インカワシ島寄って行きます。何時間ぐらいかかるんですか？この乾燥してる時で3時間ぐらい。まあ、ウユニ市からですけどね。はいはい。ウユニ市を出てから到着まで3時間。ただ今日みたいにこう水が多いですと、まあ、5、6時間。でもっと水が多くなると結構になります。で、大きさの方は、効果っていうらしいんですけども、この六角形が理想的だそうです。玄武岩とか、あと日本やったら田んぼが干上がった時の割れとか同じような形で。で、結局これも考えたら溶けてこの亀裂が見えてても的にあれかリチウム取ってます。リチウム取ってますよ。手触りで結晶こういう出し器そう入れてみたら分かります。全然違う。この辺はもう細かい塩の凝縮やけど、もっと下の方行くとあ、硬っ、これだ。そうそうそうなの？この辺はなんか塩みたいなね。ちょっと下まで来た。あなたの後ろに3キロありますみたいなやつで。確かに。ストレートしかにない。結構深い。もう一つですよ。もう一つ結晶というほどのものはなんかわかんない。結晶じゃないんですか？結晶やけどもっと水晶みたいなああいう感じの結晶。柱みたいになってる。宝石みたいになってる。そうそう。お土産屋さんで見ませんでした。ああ、見てないかもしれない。そうなんだ。塩の塊って感じで。一瞬で塩になる。あれれ、右側になんか出てきた。なんだあれ。強風で大きな砂嵐が発生しています。ウユニ観光がピンチとなるのでしょうか。これはやばい。せっかくの鏡バイルが汚れちゃう。布やってる。
タイミングを逃しちゃいけない。旅したいね。うん、やばいあれ。鼻真っ黒になる。うん、そうだね。これちょっと怪しいね。ちょっと怪しい。入ってるよ、入ってるよ。入った。空気が冷えた。ほら、入ってる。入った。今ここ入ったよ。ほら、風が全然違う。あれでも私たちは少しだけひんやりとした砂嵐の中に入りました。夕暮れ前に夕焼けを見るポイントに移動しています。絶景の夕焼けを見る前にティータイムです。俺もそれ欲しい。カフェモカに冷や。そう、俺もカフェも欲しい。砂糖を粉ミルク。ストップしてください。はい。ありがとうございます。はい。
も。あともう一個ジャンプします。はい。ちょっと待ってください。同じジャンプですか？別ポーズ。C のやつやったら思いっきり。はい、どうぞ。おお。おお。おー、すごい。はーい。台形になっております。あちらの山がクスクっていう男性の山。クスクと結婚して子供を授けました。ところがその後あちらの山がクスにあって女性のクスクの隣のクスにあって民間ので。悲しみに暮れたトゥヌーパはまだ生まれたてなのに購入が出るんだけども与えるで涙を流しながらその映画が流れて飛ばしに
の夕焼けってこんな色になるんだな。本当に綺麗。ちょっと明るい。黄色っぽいのがどんどんなくなっていって藍色っていうかな。確かにこれで通して見ると色が違う。本当だ。青春っぽいよね。私もさっきさ。背景がこうなるだけでめちゃくちゃ青春っぽくなるよね。本当。ウユニ塩湖を満喫したツアーの車が街へ帰り始めています。風が少し強くて水面に波がありましたが、とにかく絶景でした。ここでもバリバリ携帯が 4G で入るのがすごいシンプルだな。しかもさ、日本でもさ、300円とかすごい。そうそうそう。しかもさ、ティー、カフェって両方入ってたの。どういうことだろう。どっちにしても全然聞かれないんだけどと思ったら、ドンってお湯の入ったポットが置かれて、でインスタントのこのコーヒーの。青いとこ昼間にウユニを観光した車が列になってコルチャニへ向かっています。あれは南米だから逆なのかな。ローライトもないしね。南米旅行のノウハウ40、ウユニ塩湖でトイレ地上編。ウユニ塩湖内ではプラヤプランカ、主要のホテル以外トイレはなし。プラヤプランカのトイレは有料5ボリで少し匂います。私たちは念のため100円ショップの携帯トイレとショールを持参。乾燥していたからかみんな通常よりトイレに行かなかったです。ウユニ最高。ウユニありがとう。それじゃね。